皆様、本日はそうめん、声裏返った、そうめん作っていきたいと思います。今回はやみつきとろ玉そうめんやっていきます。で、茹でる量はこちらそうめんイボの糸1袋分 300g ですね。そうめんはつるっといっちゃうんでね、実質1年前ぐらいです。で、そうめんを今回はそうめんとあととろ玉っていうぐらいでね、卵だけで包丁使う作業はないです。なんでほんともうパパッとできちゃうんで、最初にまず上からかけちゃうんでタレを作っちゃおうかと思います。じゃーん、見てみんな、これなんかこれドレッシングとかをこうやって振ってそのままこうやってかけることができるオクソっていうのこれかな、OXO っていうメーカーのこれ見つけちょっとすげえ便利と思ってシェーカーみたいな感じで使えるやつなんですけど、こちらで今回作ろうかなと思うんだけど、こういうのがない場合は普通にねボウルとかで混ぜちゃえばいいので、じゃあやっていきます。まずでこちらだとメモリがあってお水 150cc 入れます。じゃあお水 150cc 入れてここに味付けしていくんだけど、以前ねやみつきうどんを作った時の手軽さで今回はやみつきそうめんもあっという間にできるんで、ぜひぜひやってみてほしいし、やみつきうどんもまたみんな作ってみてね。はい、じゃあまずお水 150cc にあごだし、こちら大さじ大さじ1、ちょっとこぼれたからもうちょっと、はい、じゃあごま油大さじ1/2、お醤油を大さじ1/2に、こちら今回お酢を使います。黒酢、最悪ね普通のお酢でも大丈夫ですよ、を大さじ1/2。お好みで酸っぱいのが好きな方はお酢を後のせでどんどんのしても大丈夫です。でここにお砂糖大さじ1/2。基本的にはあごだし以外はもうほぼほぼ全部大さじ1/2入れていく感覚で大丈夫ですね。さっき早速大さじ1/2入れるだけでいいですねって言ったのに、今からは小さじになります。丸鶏ガラスープを小さじ1杯で、こちらの豆板醤も小さじ1杯、結構たっぷりめに入れます。やみつき味ですね。そしたらこちら蓋して、ここもね上の部分を蓋して、あとはもうシェイクで、これもうドレッシングとかを初めから作っておいてもこのまんま冷蔵保存できるみたいなね、すげえいいと思う。これもう超混ぜやすいし。はい、こちらで今回の特製のタレ完成で、今回とろ玉ということで卵をのせるんだけど、基本的に 100g に対して卵は2個ぐらい使うって感覚で、今回は 300g あるので卵6個使うんだけど、それを半分にするから1人前にそうめん150、卵3個ぐらいの割合ですね。なんで一応卵だけはもう割っとくか、3個で、もちろんね3個って言ったけどもうたっぷり使ってもいいよ。もうその辺は皆さんお好みだよ。でそうめんはしっかり冷水で締めてほしいので、こちら1分半から2分間茹でるやつなんだけど、僕は1分半にします。1分半熱湯で茹でた後、まず流水で流して、ちょっとぬめりを取ったら氷水にね突っ込んでちょっとコシを出したいと思います。じゃあそうめんも普通に茹でちゃいます。でそうめんは茹で終わった後流水で流して、ちょっとねよくもみ洗いじゃないけど、ちょっとこれでぬめり気を取った後氷水にバッて入れて、ガンガンに冷やしたら最後ざるにあげて、ちょっと水分絞ってあげて、このまま置いとけば大丈夫です。はい、こんな感じでね、氷も入っていい感じに冷えております。じゃあそうめんはもうこれでいいので、卵入れてすぐなんでそうめん盛り付けときます、お皿に。じゃあもうそうめんはこんな感じで置いて、じゃあ卵やっていきます。3玉ねよく溶いて、じゃあフライパン結構しっかり温めてほしくて、でそこに油を引いときます。サラダ油とか米油とかの癖がない油がいいですね。じゃあ油入れてしっかりとフライパン熱されたらあっちね、そしたら卵入れちゃいます。はい、でもう軽くぐるぐるっと混ぜて、外側から内側に入れる感じね。はい、そしたらもう火止めて大丈夫。あとは余熱で火が入るので、はい、こんな感じでトロトロになったら移します。じゃあもうそうめんに卵のせちゃって、はい、で最後
後この上にお好みで黒胡椒やネギで、あと先ほど作ったタレをかけたら完成なので、実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。で、あとはこれをよく混ぜてかけりゃいいだけだよね。ヘイヘイって言っちゃった。あ、もう絶対うまい。いいね。ちょっと僕もかけさせていただきましょう。いいっすか、食べちゃって。どうぞ。いただきます。はい。めっちゃいいねですよ。いただきます。どうもううまい。もううまい。飲めるうまさ。マジでうまっ。じゃあ超うまい。いただきます。なんかね、もうね、表現が難しいんだけど、とにかくやみつきめっちゃうまい。これやっぱね、このふわとろの卵とこのコシのあるそうめんとこのやみつきのタレが合わさった時のもうたまらない食感も。卵と一緒に食べてほしいね。で、最後に黒胡椒かけてくれてるんだけど、それがまたいい、締まってて。もっとかけていい？めっちゃうまいね、こうちゃん。ほんと美味しい。もうかけちゃっていい？ありがとう。あー、最高。よし。で、あったかい、このね、ここのその卵の部分はあったかいんだけど、この周りのところが冷たいから、そこのね、なんかコントラストっていうかな、その温度の、それもね、めっちゃうまいね。これほんと、これから暑くなる時期ももちろんいいんだけど、普通に冬とかも食べたくなる、そうめんだと思う。これマジでうめえな。ちょっとじゃあ俺なくても今回全然良かったけど、一応お酢を少し。大好きだね。でもお酢が好きな方はもうこうちゃんぐらいみんなかけてるから、あ、もういい匂い。この何お酢かけてうん麺をすするじゃん、むせそうなぐらいの。がいいんだよね。だってこうちゃん冷やし中華でも絶対出すもんね。絶対かける。油そばとかでもさ。うまっ、マジで。今回、要するに 1.5 人前ずつじゃん、俺らの1人前って、で 1.5 人前ずつにしてくれてるから卵がまあ3つになってるんだけど、正直卵もっとあってもいいと思う。ね。もうなんか今日はちょっとサムネイルな関係でさ、ちょっとそうめんが見えるくらいのあれだけど、もう卵で覆いつくオムライスみたいな感じしていいと思う。でタレをもう思いっきりかけて食べてほしい。あ、うまっ、マジで。つゆまでうまい。もうない。早すぎなんで俺めっちゃ早いと思ったら全然追いついてなかっ舐めてる俺のことめっちゃ美味しい。た。マジですごい早い。でもそれぐらい美味しいってことだよね。これはうまい、マジで本当に作ってほしい。うまいわ。ということで本日はですね、とってもお手軽にできるやみつきとろ玉そうめん、おこうちゃんに作っていただいたんですけど、もう短時間でできたと思えないめちゃくちゃクオリティ高い味になってて、
もう本当にその熱々のふわとろの卵とこのコシのあるそうめんとやみつきのこのタレの相性がまあ素晴らしい。抜群だね。そうでやっぱりねこの氷でさらに締めてるからその冷たいところと温かいところのこの、温度のコントラストかみたいなのがめちゃくちゃ食欲そそります。で今回ね夏にもね食べたくなるようなそうめんシリーズだと思うんですけども、これはマジで冬でも食べたくなるそうめんだと思うんで、ぜひ皆さん作っていただきたいというのと、今回卵ね3つずつあったんですけども覆いかぶさるぐらいもっと卵入れるともうさらに最高だと思います。はいっていう感じでございますね。仕上げの黒胡椒もねもう聞いてたからね。聞いてた、絶対やった方がいい。あとまあ本当今回このタレが、冷やし中華みたいなきつい酸味じゃないから、そうふんわりとした酸味のコクのある味なんで、ぜひぜひ酸味が苦手な方とかもこれくらいだったら全然大丈夫だと。全然大丈夫。あと黒酢のね、癖のある感じも全然マイルドになってるんで、そうあと豆板醤入れてるけど辛くはないですね。全然辛くない。旨味って感じ。最後にちょっとピリッとくるぐらいだから、小さいお子さんとかでも全然食べられる味付けになってると思います。はいはいということで本日は以上になります。もう本当にめちゃくちゃ美味しいのでぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。